こんにちは。今日は日本人が、本音を話すときっていうことについてお話ししようと思います。本音と建前の考え方ありますよね。聞いたことがない人のために一応説明しておこうと思うんですけど、本音っていうのが、自分の本当の気持ちですよね。で、建前っていうのが、僕、建前を説明するときに、いつも使っている言葉っていうのが、優しい嘘ですよね。相手の人を傷つけないために、優しい嘘を言う時も、必要じゃないですか。生活してたらね。で、その優しい嘘が建前ですね。で、日本語では、この本音と建前っていう考え方が結構強いですから、そのために、特別な言葉があるっていう感じですね。で、日本語の会話について話すときに、よく聞くのが、日本人の会話のベースは建前だみたいなことをね、よく聞くんですよ。他の人を傷つけないために、自分の本音をできるだけ隠して、建前を使って話すから、いまいち、つながってる感じがしないとかね、腹を割って話してる感じがないみたいなことをよく聞くんですよ。で、実際、これは、僕、日本に生まれて、で、日本でずっとね、学生時代も過ごしてきましたけど、これは本当なんですね。特に初めて会った人とか仲良くない人には、本音を、ほとんど言わないほとんどというか、その建前が必要なシチュエーションが多いし、で、その建前が必要なシチュエーションで適切に建前を使うっていうことを、自然にやってるんですよ。で、僕もその考えない間に建前をよく使っちゃってるっていうこともあって、で、それでね、コミュニケーションがうまくいかない、その日本人同士だったら、問題ないな、みたいなコミュニケーションでも、他の国の人と話すと、ちょっとコミュニケーションがずれたりすることがあるんですよ。で、この日本語の会話っていう観点で、建前を使うっていうのがめちゃくちゃ大切になるんですよ。大切なんですけど、建前は大切なんですけど、建前を使わないシチュエーションっていうのも、もちろんたくさんあるんですね。その建前たくさん使うからこそ、本音を使うタイミングっていうのが本当に大切なんですよね。やっぱり本音で話すのってめちゃくちゃ大切じゃないですか、もちろん。自分の本当の気持ちを伝えるっていうことですよね。でもそれを間違ったタイミングでしちゃったら、変な感じになっちゃうんで、いいタイミングで、適切なタイミングで上手に本音を言うっていうのが、日本語でね、会話をするときは大切で、で、今日はその日本人が、本音を言うときはどんなときかっていうことについてお話ししようと思います。まず、大前提、その、友達とかね、家族とか、そういう人には本音で話しますよ。これはね、どの国でも同じだと思いますけど、友達とか、家族、何でも言い合える仲ですから、そういうところでも本音を言えなかったら、自分の本当の気持ちを言うタイミングが全くなくなっちゃう、と思いますから、家族とかね、友達には、本音を使って基本的に話すんですけど、建前も逆に、いい友達とかね、家族とかには建前を使うタイミングも結構大切で、例えば僕子供の時からバスケットボールをしてるんですけど、あの、その時に、お父さんがその仕事で出張に行ったんですよね。どこか忘れちゃったんですけど、多分九州の方だったかな。その九州の方に、あの、出張に行ったんですよ。で、その出張の時に大体みんな家族のためにお土産を買ってきてくれるんですよね。で、普通、出張に行って、九州に出張に行って、お土産買うなら、九州の食べ物とかね、九州のお菓子とか、九州の、何ですかね、キーホルダーとか、
そういうのを買ってくるのが一般的だと思うんですけど、僕のお父さんなぜか九州でバスケットボールシューズを買ってきたんですね。バッシュを買ってきたんですよ。でそのバッシュがめちゃくちゃかっこ悪かったんですね。ダサかったんですよ。で僕いらないなって思ったんですよ。いらないなって思ったし、なんで九州に行くのにお菓子とかじゃなくてバッシュ買ってくるんやろうって思ったんですけど、お父さんは安かったから買ってきたって言ってたんですよ。安くてもいらないなみたいなデザインだったんですけど、でももちろんそう買ってきてくれたっていう事実はありがたいですから、本気で喜ぶふりをしたんですね。いややったーって嬉しいって言って、で本音を全く話さずにもうそのシチュエーション、そのその場をね乗り越えたんですよ。でその時はもう100%の建前で話してたんですけど、そこからね何年か経って、5年とかぐらい経って、でその時に初めて僕は本音を話したんですね。そういえばその九州に出張行ってそのバッシュ買ってきたけど、なんであんなん買ってきたんってダサかったからあんまり履きたくなかったなみたいなことを言って、で、その時は別にね本音を言ってもいいんですよ。いいと思うんですよ。あの、もう終わったことなんでね、終わったし、実際に僕もそのダッサいバスケットボールシューズ履いて練習もしてましたから、ちゃんとお父さんがしてくれたことには感謝して、でちゃんとそのものを使って、でそこから時間が経って、やっとね、本音を話せたって感じなんですけど、そういう、親しい仲、その家族とかいい友達の中でも、建前を使わなきゃいけないっていうシチュエーションはあるんですけど、基本的には、本音で話しますね。今日話すのは友達とか家族じゃなくて、あんまり仲良くない知り合いと話すとき、特に日本に来て友達作りたいとかね、別に日本に来なくてもいいですけど、オンラインで日本の友達を作って、でその短い期間でね、その日本人の本音を、聞くような仲になるっていうのは、結構難しいと思うんですよ。やっぱり、友達を作って、で友達といい関係になるには、もちろんねいろんなことが必要ですけど、時間もめちゃくちゃ大切なことの一つだと思うんですね。なんで、そういう知り合い、まだ友達になってないけど、その知り合いゾーンの人ですよね。そういう人に、そういう人から本音を、そういう人の本音を聞けるタイミングっていうのが、いくつかあるんで、今日はそれをちょっとお話ししようと思うんですけど、まず一つ目の日本人が、本音を話す時のタイミングっていうのは、お酒を飲む時ですね。これはね別に日本だけじゃないと思うんですけど、あの、普段気を使っている人でもお酒を飲んだら何も気を使わずに話せるとかね、そういう人結構いると思うんで、別に日本のことだけじゃないと思うんですけど、日本ではその仲良くなりたいとか本音を聞きたいっていう時にはこのお酒っていうツールを使う傾向があると思いますね。でそのせいで会社の飲み会とかね、最近は会社の飲み会も少なくなってきたみたいですけど、一昔前はその、上司じゃない部下の本音を聞くために、お酒を飲むとか、チームでそのいろんなプロジェクトがあるけど、そのチームでなかなかね自分の本当の意見を言えない人とかいるわけですね。本当はここを直した方がいいとか、もっとよくできる部分があると思ってるけど、それをなかなか話せないとか、自分の方が部下だからその改善できる点とかを話せないっていう部下がいるチームで一緒にね
飲み会して、でお酒を飲んだら、そこでやっと部下から本音が聞けるとか、そういうこともあって、日本でこの会社の飲み会って結構大切というか、よくしてたことなんですけど、最近はもっと個人の時間を大切にしたいっていう若い人も増えてきたみたいですから、そういう飲み会が少しずつ減ってるみたいなんですけど、やっぱりお酒の力ってね、強いみたいですね。正直僕は知り合いの人と、一緒にお酒を飲むっていう経験はあんまりなくて、ちゃんと友達って言える人、なんかお酒を飲まなくても本音を言える人としか居酒屋とかバーに行ったりすることはないんですけど、でも逆にバーに行って、でバーに行ったところで知らない人と話したりすることもね、結構よくあるんですよ。で大人になるとそうやって最初に会った時から本音で話せる場所っていうのがもうバーぐらいしかなくなってくるような気がするんですよね。なんでそういう意味でもお酒をそのお酒を飲んで、知らない人とか知り合いの人と、話しながら本音を聞くっていうのはね、いい方法なのかもしれないですね。で2つ目がこれ、人によると思うんですけど、温泉ですね。温泉にそもそも行きたくない人とか行けない人っていうのもいるんで、あのいつもいい方法、これがいつもいい方法っていうわけではないんですけど、温泉でもね、結構深い話というか、本音が入った話をできる人が多いような気がするんですよね。僕は個人的にはそんなに温泉は好きじゃないんですけど、もし温泉に行ったとしたら、なんか知り合いの人で知り合いだった人でも、もっとスムーズに話せるっていうような気持ちは分かりますね。っていうのも、温泉ってもちろん裸になりますよね。で、なかなか隠すこともできないですよね。その自分の裸をね、隠すこともできないっていうので、もう自分の裸を隠すことができないんだったら、もう全部話しちゃえみたいな、もっと開放感があるっていうんですかね。そういう開放感があって、本音を話しやすくなるっていうような感じだと思うんですけど、温泉の他にもサウナとかね、そういうところもありますし、僕知り合いとさっきお酒はあんまり飲まないっていう話をしたんですけど、温泉はね、今いる友達も、なんとなく温泉行く前と温泉行った後でなんかちょっと関係が深くなったなみたいな感じもするんで、人によるかもしれないんですけど、開放感があって本音を話しやすくなるっていうのが温泉なんですね。で、次、最後なんですけど、最後のその日本人が本音を話しやすい、時っていうのが、SNS ですね。これはお酒と一緒で別に日本だけの話じゃないかもしれないんですけど、うーん結構 SNS でもう本音の本音を話す人がね、多いような気がするんですよ。これある時僕の学生さんから言われて、なんかめっちゃハッとしたんですけど、日本人ってね、基本的に建前使って話して結構恥ずかしがり屋、シャイな人が多いような感じじゃないですか。一般的にそういうイメージがあると思うんですけど、逆に SNS、Twitter とかでは、もうめちゃくちゃパーソナルなこと、めちゃくちゃ、その、個人的な悩みとか、その、生活であることとかを、話すっていう人が多いんですね。で、もちろんそういう人は、自分の名前とか、自分の顔を見せないで、匿名のアカウントで、今の自分の生活はこんな生活がありますとか、今の何ですかね、パートナーとの関係はこんな感じですとか
もう誰にも言えないような、まあ秘密みたいな本音を、SNS で話す人が、多いんですね。多いというか、まあ日本人の一般的なイメージから考えて、 SNS だと結構本音を話しやすい人が多いっていう感じですかね。僕は個人的にはそんなに SNS を、使わないんで、まあ、SNS でも本音を話すっていうことはしないんですけど、でもやっぱりね、その現実の世界でなかなか本音を言えない人とか、なんていうんですか、その本音を話せるようないい友達とかいい関係がある人が少ない人っていうのは、どうにかして吐き出さないといけないじゃないですか。でその吐き出す場所が現実の世界から SNS になったっていう感じですね。まあ、日本ではやっぱり一番人気な SNS はツイッターなんで、まあ、もちろんインスタでもそういうことをする人がいると思いますけど、まあ、主にツイッターを見てみると、結構日本人のめちゃくちゃリアルな本音っていうのが聞けるので、もし興味がある人はね、まあ、友達の本音ではないですけど、まあ、知らない人とか、まあ、一般的な日本人のその、現実の世界で言えない本音はツイッターに行くと見れるので、気になる人がいたらね、ちょっと見てみてほしいですね。まあ、そんな感じで今日はね、日本人が、本音を言う時っていうことについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。